皆さんこんばんは。ひろしのソロトラベルご視聴いただきありがとうございます。今回は台湾台北弾丸1泊2日旅行をしました。今回は台湾旅行気をつけていただきたい6選ということで皆様と情報共有したいと思います。東京駅から羽田までは約28分、料金は690円です。こちらの駅はモノレールの羽田第3ターミナルになります。こちらは羽田空港国際便ターミナルになります。タイガーエアは台湾初の LCC となります。キャラクターもタイガーで可愛いので乗ってみました。羽田空港を5時フライトで台湾の桃園国際空港には7時55分到着予定のフライトです。料金は 17,980 円。LCC なので格安で台北まで行けます。それから食事なんですけれども、週末でしたのでモスバーガーは開いていたんですけれども、平日は夜9時までのようです。私が行った時は週末モスバーガーしか空いてなかったので注意してください。私がフライトしたタイガーエアなんですけれども、2時間半前からチェックインできるということでしたので、5時フライトでしたので2時半、私は2時10分ぐらいに並びました。チェックイン15分前でご覧のような長蛇の列になりますので、私が感じたのはチェックイン前の30分前ぐらいに並んだ方がいいと思います。2点目、心配していました外貨両替機と両替所なんですけれども、深夜でも営業していました。ただ台湾ドルはですね、現地で両替できますので、現地に行ってから私の方は両替しました。2時50分にはこちらの制限エリアに入ることができまして、2時53分にはティアットラウンジですね、こちらプライオリティパスが利用できるティアットラウンジに入ることができました。24時間営業してるみたいですね。タイガーエアは LCC ですので機内食は出ないので、こちらで軽く食事をしていきたいと思います。私が調べた中では24時間営業していますので、こちらのティアットラウンジをおすすめします。私が利用した時はですね、皆様知ってるのか知らないのかわからないんですけれども、お客様は私と私の友人しかいませんでした。こちらのラウンジで約2時間ほどゆっくりしていました。昼間のフライトで何度かこちらを利用したことはあるんですけれども、昼間はお客様は満席に近い状態だったんですけれども、深夜はこんなに空いてるんですね。今の時刻が4時40分です。搭乗時間20分前ですので、搭乗開始になりました。座席はご覧のような形で、私の拳が1個入るか入らないかぐらいの広さです。スペックとしては足元スペース76センチで 3×3 の座席になっています。また視聴者の皆さんの中では青春 18× 君へと続く道をご覧になって台湾に行きたくなった方もいらっしゃるかもしれませんね。この映画を見た後に台湾に行かれると、台湾がもっと身近に感じるかもしれません。話が少し逸れてしまいましたが、台湾旅行で気をつけていただきたい3点目をお話しします。空港に到着してからなんですけれども、空港はご覧のように入境検査という形のところを目指していけば、イミグレーションのところに行くことができます。こちらの画像にある入境検査イミグレーションという文字を目指してひたすら歩いてください。空港自体はそれほど広くないので、皆さんとですねこうやって一緒に歩いていけば
到着していくと思います。イミグレーションではこちらの入国登記表とパスポートが必要になります。入国登記表の記入方法等は概要欄に貼り付けておくようにします。こちらの紙が入国登記表になります。ボールペンはありますけれども、衛生面も考えて自分でですね、ボールペンは持参された方が良いかもしれません。こちらに入国登記表はあります。オンライン入国カードっていうのもあるんですけれども、わからなくなってしまうと私は嫌だったので、確実にですね、こちらの手書きの方が確実なので手書きで提出しました。はい、それで空港に着いてですね、イミグレーションを出て入国審査も終わって台北に到着しました。到着した全員にですね、なんかこうお土産みたいなものを配ってるんですね。こちらそうなんですけれども、少し行くと左手にですね、お土産みたいなものを配ってて、何なんだろうなと思ったらですね、例の検査ですね、例の検査のキットを無料でプレゼントをしてくれました。それからまずは両替ということでですね、こちらに銀行がありましたので1万円だけ両替しました。1万円の両替で1984台湾ドルですね、1984元ってなってるので1984台湾ドルに交換できました。次の難関は両替できましたので MRT という列車に乗って移動になります。移動の方法や切符の買い方はこれから説明します。基本的にはこちらの MRT と書いてある表示に沿って移動してください。気をつけていただきたい4点目なんですけれども、ちゃんとこの MRT って書いてあるんですけれども、表示が分かりづらくてですね、間違えてしまうこともあるんで、こちらの移動は、ちょっと慎重に、そこまで難しくはないんですけども、私は間違えてしまったので、ちょっと慎重に移動してみてください。行き先と枚数を選んでください。台北站現金をお入れください。150块钱。現金をお入れください。こちらでの注意点なんですけれども、日本語表記がありますので、日本語っていうのを押していただくと分かりやすいと思います。それからお金はですね、まとめて今回300台湾元を入れてるんですけども、機械は1枚ずつですね、入れないと処理してくれません。乗車券を印刷中です。少々終了しました。空港から台北駅までは1人150台湾ドルです。私は友人と2人で行ったため300台湾ドルを支払いました。列車の乗り方ですけれども、先ほど丸いコインみたいなのが出てきましたので、こちらにタッチします。そうすると駅の中に入ることができます。はい、そして気をつけていただきたい5点目なんですけれども、すぐこちらにですね、エスカレーターがありますので、こちらのエスカレーターで B2 まで下がってください。列車は普通列車と快速列車がありますので、急ぎの方は快速列車に乗ってください。約35分で到着します。普通列車ですと約50分ぐらいかかると思うんで、快速列車に乗った方が良いと思います。コインみたいな切符はこちらに入れると、このような形で改札が開きます。それからキャッシュレスのイージーカード、こちらに写真があるイージーカードなんですけれども、このような形でファミリーマートに行きますと、こんなにですね、たくさんいろいろな可愛い種類がありますので、ファミリーマートで買われるといいと思います。はい、それからこちらチケットなんですけれども、これは地下鉄のチケットなんですけれども、日本語っていう欄も下にあったんですけれども、
これを見ると漢字で書いてありますので、漢字でですねわかると思います。1泊2日の短期の旅行でしたので、今回私はイージーカードは買わずに全て現金で支払いをしました。2元じゃないとダメ。1元か2元じゃないと。無事地下鉄の乗車券も買うことができました。次にホテルなんですけれども、やはり1泊2日の短期で友人とも来ていましたので、日系の安全なホテルがいいと思いまして、三井ですね、ガーデンホテルに泊まりました。地下鉄の駅の3番出口を出てすぐですね、もう徒歩1分もかからないぐらいのところにホテルがあります。料金は1泊2日2名朝食付きで31,500円でした。こちらが1階の朝食会場になります。やはり日系のホテルだけあって朝食は非常に充実していました。私は普段小食でですね、朝食とかは取らないんですけれども、やはりこちらの朝食は非常に美味しいので、ご覧のような形でいろいろな種類をたくさん食べました。とても美味しかったですよ。それからオーダーメニューというものがありまして、こちら1軒は海鮮おかゆ、もう1軒はエビの担々麺というのがあったので、友人と私1人ずつでオーダーメニューを頼んでみました。やはり台湾の日系ホテルはとても美味しいですね。台湾はほとんど何食べても美味しいと思うんですけれども、非常に美味しかったです。コンセントはこんな感じですね。台湾の場合はここ日本のやつがそのまま使えます。ただボルトは200ボルトなんで。次に ATM でお金を下ろしたいと思います。私はいつものように PayPay 銀行のビザデビットカードを利用しています。 ATM の設置場所なんですけれども、 MTR の列車のですね、駅の出た近くにこのようなかっこいい ATM が設置されてまして、不便はなかったですね。まずミーマーなんで暗証番号を入れます。次に下ろしたい金額ですね。私の場合は2000台湾ドルだったんで、2000というふうに数字を入れました。冷静に動画を見るとですね、今 Do you need 100ドルビルとか書いてあるんで、イエスって押せば細かいお金が出てきたんですね。私の場合はノーっていうふうに押してしまったので、細かいお金が出ずに1000台湾ドル1000台湾ドルの2枚が出てきたんだと思います。
空港の両替所と ATM どちらの両立が良かったかは概要欄に貼り付けておくようにします。海外ですので無事お金が下ろせましたので、これでよしとします。それからですね、ホテルも台北駅もロンシャンスっていうお寺、有名なお寺もですね、この水色の地下鉄の線になりますので、この水色の地下鉄の線の近くに宿泊された方が移動しやすいかとは思いますね。先ほど映っていたのは台北駅になります。次にご紹介したいのは、ちょっと気をつけていただきたいことではないんですけれども、台北駅から非常に近いところにですね、ルーローファンの美味しいお店がありますので、そちらをご紹介したいと思います。台北駅からもですね、こちらの出口3というところから行きますと徒歩5、6分でですね着きますので、非常に近くて便利ですよ。ご紹介したいルーローファンのお店はダーダオルーローファンというお店です。今の時刻は午前11時半、オープンちょうどです。こちらのバーコードでですね渡されますんで、このバーコードを携帯で読み取ってですね注文するような形です。わからなければお店の方が教えてくれます。もしくはわからなければ手書きで注文もできますので安心してください。こちらがルーローファンになります。それからきゅうりとですね、卵も乗せてもらったんですかね。卵も乗せてもらったんだと思います。量もさほど多くないのでですね、男2人で食べたんであっという間に食べ終わっちゃいました。いかがだったでしょうか。弾丸1泊2日で気をつけていただきたい7選と、台北駅から徒歩10分ほどで行けますルーローファンのお店のご紹介でした。それから私の勝手なおすすめなんですけれども、台湾に行くときは台湾ロケがされていた2024年5月3日から公開の映画青春18角に君へと続く道を見てから行かれてもいいかもしれません。それでは皆さん、長い間ご視聴いただきありがとうございます。帰りは格安 LCC のピーチで日本に戻りました。この動画が皆様の台湾旅行の参考になると非常に嬉しいです。コメント、チャンネル登録、いいねもよろしくお願いします。皆さんご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。